ごめんね、わざわざ。家だと弟たちがいるから集中できなくて。気にしないで。どうせ私もファミレスで勉強するつもりだったから。すまん浅村、俺の勉強に付き合わせちまって。こっちこそちょうどよかったよ。俺も外で勉強しようと思ってたから。あれ？陰キャ男子の兄とドライな妹。義妹生活。勉強するとなるとついファミレスとかに来ちゃうよね。そうだな。自分の部屋は積んでる漫画やゲームとかどうしたって誘惑が多いからな。テスト前は特に外で勉強する方が集中できていいよね。せっかくだからみんながやってる勉強テクを共有しない？私は最近ポモドーロテクニックを使ってるんだ。聞いたことある。25分勉強して5分休むってサイクルを作るんだっけ？単純だけど効果あるよ。今日も25分ごとにこのアラームをセットしてるし。25分。なるほど。アニメを一気見するときも1話見るごとに5分休むと集中力を保てるもんな。納得するポイントそこなんだ。マルはなんか使ってるテクニックはある？俺は場所法って記憶術を使ってる。ちょっと応用したものだがな。場所や物と記憶の関連付けだっけ？でも応用？ああ、まずは全15巻の漫画を用意する。そして1巻を家康、2巻を秀忠と名付けていくんだ。すると関数を見るだけで徳川歴代将軍の名前が自然と脳裏に浮かぶようになるってこと？ああ、俺は本を買うたびにこれをしている。漫画やラノベを買うほど成績が上がるって寸法だ。なるほど。趣味と実益の兼ね方がすごいね。浅村くんとサキはどうしてる？私たちはお互い普通に勉強してるだけっていうか、わからないところは教え合ってね。同じ部屋で勉強してるから声かけやすいし、人に教えると自分の復習にもなって一石二鳥だからね。そういう意味では誰かに教えることが私たちの勉強法かも。勉強、教え合い、二人、一緒はい、これで私の授業は終了ね。ちゃんと理解できた？ありがとうな。今度は俺が教える番だ。浅村くんは何を教えてくれるの？決まってんだろう。男と女が一つの部屋で二人きりなんだと。本当の勉強はここからだぜ。それってダメよ。私たち兄弟なのに。ああ、関係ないさ。俺が手取り足取り教えてやるぜ。夜の因数分解をさ。ダメそんな強引にたすきがけなんかしたら。マーヤ、どうしたの？ほっとけ。そのうち戻ってくるから。勉強してても関係ないことを考え出して現実逃避するのはあるあるだよね。そうだな。つい難問につまずいてうなってるうちに思考がそれるんだ。そういう時はいっそ得意な教科から先にやっちゃうのがいいらしいね。解ける問題から解いていくうちに達成感が楽しくなって集中力が続くんだって。まるでゲームを攻略していくような感覚だな。けど確かに一理ある。集中力が続いて楽しくなれば長い時間続けられるもんね。そんな長時間続けるだなんて欲張りすぎだよ。でも適度に休憩しないとね。人が一日に集中できる時間って多くないって言うし。疲れてダラダラ勉強してても効率悪くなるだけだからね。やだ、疲れ果てるまでなんてさっきからお前は何を妄想してんだ？いやー、いろいろと面白い話が聞けて妄想もはかどって満足だよ。とにかくこれでもっと効率よく勉強ができるようになる。
チャンネル登録、Twitter のフォローをよろしくね。小説版義妹生活発売中です。おまけ。25分経ったのに一問も解けてないんだけど。結局、どれだけ効率のいい方法を知ってても、実践しなければ意味がない、と。